They were on tour, and particularly in the States, it was very difficult to fit in recording dates. And of course, ビートルズを語る第4回目の今夜は、ビートルズがコンサートパフォーマンスよりもスタジオワークに力を入れ始めた頃のお話をしましょうね。アメリカツアーの時は本当に忙しく、レコーディングする暇がない。したがって当時ほとんどの歌はホテルの部屋で書かれたものです。彼らはツアーをやめた時から今まで以上にレコーディングに力を入れるようになりました。その頃のアルバム「ラバーソウル」では大きな飛躍を遂げたように思います。私のところに持ってくる曲はますます素晴らしいものになってきました。例えば「ドライブ・マイ・カー」ではボーカルワークを多く使うというように。ビートルズはピーチボーイズが大好きで、私もこういうボーカル取りの方法は大好きでした。ビビピピイエというようなサウンドは割とスムーズに出てきましたが、スタジオではゆっくりと仕上げました。オーバーダブでは私の望んでいたサウンドを全て取ることができました。なんといっても大トラックレコーダーを使えるようになったからです。1インチ幅のスチューダーが随分役に立ちました。初めの頃の2トラックと違ってボーカルバッキングでは空いているトラックに楽器とは別に入れることができるようになりました。この曲を聴くと新しい方式のレコーディングが今までとどう違うかよくわかりますね。And this tells in making this album that we had these extra facilities. Drive My Car, the opening track from Rubber Soul LP by the Beatles. Of course, Beatle albums in countries other than Britain were often rather different and included tracks that were from previous releases. Why did this sort of thing happen? Well, in England, we used to issue a lot of tracks on an album.イギリスでリリースされたアルバムは他の国のものと違って別のアルバムに収録された曲も入っています。イギリスでは1枚のアルバムに割とたくさんの曲を収録することが多く、同じ値段で売るならできるだけ多くの曲を入れた方がいいでしょう。というのはアルバムを買ってくれる若い人たちが一生懸命働いたお金を使ってくれるのですからね。だから1枚のアルバムに14曲も入れたんです。なぜイギリスでそうしたかというと、イギリスの税法ではアルバムの定価の 6.25% を著作者に支払うようになっているからです。だからもし1枚のアルバムに3曲入っていれば 6.25% の3分の1が1曲につき支払われます。14曲あれば 6.25% の14分の1でいいわけですから、支払いのトータルは何曲入っていようが変わらないというわけです。ところがアメリカの場合は違います。その頃は ASCAP と BMI で1曲あたり2セントの支払いでしたから、14曲あれば合計28セントになる。だからできるだけ曲が少ない方がいいので、アメリカで出したアルバムは全て作り変えました。ところで今でも悔しく思ってますが、アメリカで出したアルバムのジャケットには Producing by Dave Dexter in the USA and George Martin by England って書いてあるんです。デイブ・デクスターの仕事っていうのはただ3曲を除いてそれを新しいアルバムに入れるだけでした。この方法を取ってると曲が余ってきて残りの曲で新しいアルバムができるようになりました。このために新しいアルバムカバーが欲しくて初めてビートルズの連中と喧嘩になりました。彼らはいつもパブリシティの写真を撮っていたんですが、そのうちの一つにあまりタチの良くないユーモアなものがあったんです。肉屋が血のついた白衣を着てビートルズがバラバラになった人形と生肉を持ってる写真です。この写真の暗示するものは少しわい雑でしたが、彼らはこれが気に入っていてアメリカ版のアルバムカバーとして使ったというんです。僕は怒って、どうしてそんなことをするんだ、評判を落として自分で自分の首を絞めることだ、仲間内の冗談でも他人にはそれがわからないからね。すでに発売されてしまったアルバムでしたが、すぐに回収にかかりました。今では、そのアルバムは貴重なものになってて、コレクターの間ではとても大事にされているようですね。And there are a limited number, I believe, of those albums in existence, and I think they're prized collector's copies now. I'm sure.
Now here's a track which was included on the British Rubber Soul album and appeared in America on that notorious Yesterday and Today LP, Nowhere Man. He's a real nowhere man. Isn't he a bit like you and me, Nowhere Man, from the Rubber Soul album? The Beatles seem to be stretching out a lot for this album. Did it affect your working relationship with them at all? And did you have to think about stopping work with some of your groups at this time? Well, not really. I mean, obviously, I've been used to the hard work the year before when we've been working all the time. ラバーソウル当時、ビートルズは新しい段階に入っていました。といっても、私とビートルズの関係はそれほど変化はありませんでした。いつも仕事ばかりで、もちろんそんなことには慣れてましたからね。スタジオで彼らと一緒に音楽を作るのがとても楽しくなってきていました。彼らはいろいろ私に要求してきて、例えば昼頃電話してきて、今夜8時頃スタジオに行くからそこにいてよとかね、私の都合など全然聞いてくれないんです。ブライアン・エプスタインのところのアーティストはかなりやりやすかったですね。彼が間に入ってましたからね。ジェリー&ペースメーカーズとかビリー・ジェイ・クレーマーのレコーディングをするときには、ブライアンがビートルズの都合に合わせて調整してくれたんです。みんな私にはビートルズが一番大切だと分かってくれていたんですね。There's another track from Rubber Soul on which you play a very important part as a musician, In My Life. Was it always intended that you should play on that track, or was this one of your many musical suggestions to improve one of the Beatles' songs? Well, this is typical of the kind of thing we used to do in those days. ラバーソウルの中で In My Life という曲があります。これは私がミュージシャンとしても参加しているんですよ。その曲を録音してから大切なところになるとアレンジして、楽器のところだけを作り、またボーカルに戻るところをどうすればいいかアイデアを練ったものです。4トラックのおかげで楽器のサウンドは自由に選べる。いつも一つのトラックを開けておいてコードとリズムを入れ、そして最後に開けておいたトラックにエレキギターのパートなどを入れました。In My Lifeを作っていた時には僕は一つのアイデアを持っていたんです。この曲にはバロック音楽が合うように思いました。これはジョンの歌で心にジーンとくるような曲ができました。だから僕はジョンに少しバロックピアノを入れてみてはと言ったんです。それならやってみてよと答えたんで、彼らが昼休みしている間、僕は一人でスタジオに入ってピアノでソロパートを録音しました。まず最初に本当のことを言うと、本当のテンポでそれを弾けなかったんですよ。でもとにかくバロック音楽のようなハープシコードに似たエフェクトが欲しかったんです。そして私は古いワインドアップピアノでそのエフェクトを作り上げました。録音の時はテープをハーフスピードにして、そのソロのところは1オクターブ下げて演奏し、そしてそれはこれから聴いていただくような音なんですが、ちょっとした僕の曲ですね。ジョンが昼食から戻ってきて彼にそれを聞かせたところびっくり仰天して、とても美しいと喜んでくれてそのまま残しました。And there's another fairly gentle track on the Rubber Soul which, like Yesterday, became a favorite for other artists to record, Michelle. What do you recall particularly about that track, George?もう一つ優しさにあふれた曲ミシェルがあります。面白い点はコードをポールと同じようにピアノで弾くととてもおかしなサウンドになる。こんな風にね。これは自然なやり方ですが、ポールのやり方とは違うんです。ポールは何か A コードを弾いて、それから B フラットセブンスからナインスに変わったと思います。とにかくギターで弾くとナチュラルなサウンドですが、ピアノで弾くとおかしくなります。
Well, this was just as much a Paul song as in my life had been a John song. ポールはこんな風に弾いたと思います。ちょっと覚えてませんけ Very どね。 nice, soft, lush harmonies. And the In My lyrics Life が themselves, ジョンの using 曲であるよう the に、 schoolboy ミシェルはポールの曲です。 weren't really deep, とても優しくて but, 温 they かくて fitted the song admirably. 詩もポールの特徴がよく出ています。 And 学生風の半端なフランス語を使い、あまり深い意味はないけれど曲によく合ってますね。 In My Life と同じようにまたソロがあり、そこは前もって開けておきました。私が若い頃学んだバロックやバッハの影響もあって、ソロパートは展開法を使ったらどうかと言いました。曲が盛り上がってくるとソロが下がるようにして、間奏にはソロが上がるようにしました。だからソロの部分を作ってジョージ・ハリソンがギターをやり、私がエレクトリックピアノを一緒に弾きました。Were you finding during the making of this album that the Beatles were noticeably more relaxed about their music and were starting to make greater contributions and suggestions to the recording? Yeah, they. I think they were a little bit more relaxed generally in their lives. They got over the initial whirl of their tremendous success. It was around about this time, in fact, that John Lennon and I went on holiday together. John at that time was married to Sid. このアルバムを作った頃、ビートルズは以前より音楽作りを楽しんでいました。その頃ジョンと私は休暇でスキーに行きました。彼はシンシアと結婚していて、私は今の妻と婚約していたので4人でね。その時ジョンはノルウェーの森を作ったんです。ジョンがホテルでギターを弾いたり詩を書いたりしたことをよく覚えています。その詩はジョンとシンシアの関係がうまく表現されている作品でしたよ。で、その休暇の時、私はスキーではなくベッドルームで足の骨を折ってしまったんです。実は彼の部屋で遊んでいて、イギリスの有名なコメディアンのマックス・ウォールのモノマネをジョンがやり、私はソ連のバレエダンサーヌレイエフの真似をして大きく飛び上がったんですが、変な風に着地して足を折ってしまいました。そのため残りの休みの2週間は石膏で固められてしまいましたけどね。Landed on the side of my foot and a noise like a twig breaking. And that was me. No. I was in plaster for the rest of the 2 weeks. That was typical of John, that he should think up that idea of hissing as he sang. ノルウェーの森を作っていた頃、ジョンがコンプレッサーをかけていないマイクを使ってっていう音を立てて歌うようなアイデアを持っていました。で、これはまたジョンらしいアイデアでしたね。We're now talking about the closing months of 1965, and at the end of the year there was another Beatles single at the top of the charts all over the world, although this time it was the double A side, where both Day Tripper and We Can Work It Out were big hits in various countries. Do you have any preference between the two tracks, because they are very different from each other? No, I think they're certainly very different. 1965年の終わりにビートルズのシングルは世界中でヒットチャートのトップになりました。どちらも A 面でデイトリッパーと We Can Work It Out です。私にとってはそんなに好きな曲ではなかったけれど、とてもいい感じに仕上がりました。特に We Can Work It Out のリズムの展開は面白い。4分の3拍子になるというのはよくできていると思います。Very meaningful lyrics in view of what's happening in the world today. We can work it out. And that brings us into 1966 and the Revolver LP, which some critics have described as the peak of the Beatles' creative career. I wonder if you agree with that judgment, George. I'm not sure about the peak, but certainly it was the rising bit of their career. And certainly one of my favorite records. 1966年に発売されたリボルバーはビートルズが最高にクリエイティブな時期の作品で、これは彼らのサイケデリックの段階の初めに出てきたものとして割と重要なアルバムだと思います。スタジオの中でのクリエイティブワークが発展する直前ですね。レコーディングへの興味が深く、それに没頭していました。いつも私にテクニックとかスタジオのマシーンについて質問し、新しいものを常に欲しがっていたんです。
まるで、子供がおもちゃ屋に行って最新のおもちゃを必ずねだるようなものでした。その頃はこういう新しい機材は少なかったから、買えないものは自分で作りました。サウンドエフェクトを出すためにもいろんなものを利用して新しいものを楽しみながら作ったわけですね。 Let's hear a track from Revolver, Taxman. Do you think this song was inspired by simply the huge amounts of tax the Beatles had to pay, or was it more of a comment on the way the establishment was treating young people at this time? Well, no, Taxman was a George Harrison song, and typical of George's approach, in that George is a very direct person, a very リボルバーの honest タックスマン person, は a very ジ loyal ョージ・ハリスンの曲で実に素晴らしい彼らしい曲です。a very ジョージはとても真面目な人ですが、彼の真面目さを示す話として、オーストラリアのツアーの時、リンゴが病気になって代わりのドラマーが来たことがあるんです。するとジョージは、リンゴのいないビートルズなんて嫌だ、僕も出ないと言うんです。私とブライアンが一生懸命説得して、やっとの思いでジョージを出演させたということがありました。リンゴもジョージもいないビートルズじゃファンに申し訳ないですからね。話をタックスマンに戻しますが、ジョージはその頃税務署への支払いについて不満を持っていました。そりゃそうですよね。収入の3分の1以下しか手元に残らないんですから、無理もありません。タックスマンはこうしたイギリスの税金制度に対するジョージの個人的な抵抗でもあったわけです。Living conditions in England once you started to make a little bit of money, and understandably too. 1, 2, 3, 4, 1, 2. At that time, all of the Beatles were experimenting with tape loops. And Paul, I think, had started this because he had a machine in which he took off the erase head, and by putting a loop around his little tape recorder. その頃ビートルズはテープをループ状にしていろんな実験をしていました。ポールが始めたと思いますが、テープレコーダーのイレーサーを取り去ってループにしたテープをかけると音が消されないで次から次へと重なるために音がすぐいっぱいになったんです。この方法でいろんなサウンドエフェクトが出来上がりました。みんながこのように自分の家で実験してスタジオの私にそれを聞かせに来たんです。そのテープを 9.5 センチ、19センチ、38センチといったスピードで聞き、正方向でも逆方向でもテープを走らせて聞きました。一度に30本もテープを聞いたこともありましたよ。トゥモローネバノーズを作った時はこのようなテープを16本使いました。このループテープの長さはまちまちで、テープレコーダーにかける時は長さの調節を鉛筆を使ってやったんですよ。そしてこのテープをフェーダーやデッキにかけてコントロールパネルをオルガンを操作するように扱ったんです。そのテープをプレイングミックスして途中から他のテープを使ったんです。カモメの鳴き声のような音はポールの笑い声ですよ。とにかくレコード制作の方法としてはとても面白かったです。ドラッグとは直接関係ありませんでした。Was there ever a suggestion at the time you recorded Yellow Submarine that it would eventually turn into a cartoon film sometime later? And was the song especially written for children, or was it your arrangement that made it appear like a nursery rhyme? All my arrangements make songs appear like nursery rhymes. No, there was no idea that it would be a film at all. That was done quite a bit later. イエローサブマリンは子供も歌えそうな歌です。いやもっとも私のアレンジなら何でも同様のようになりますけどね。映画化の話はその時にはありませんでしたが、ずっと後になってからですね。ポールの作ったメロディーはとてもシンプルで本当に子供らしい曲ですね。他のメンバーもその雰囲気で録音しました。ジョンでさえ子供らしいメロディーが出てくると子供っぽくなるんです。私はこの曲を録音する時イエローサブマリンという短い芝居を作りました。波の下に住んでいる人のシナリオです。とにかくとても聞きやすく覚えやすいメロディーでしたね。スタジオでは SE をたくさん使いました。
水のいっぱい入ったバケツもベルもチェーンも使ったんです。それとメモ用録音のマイクを自分のアンプに入れて音を出したりもしてみました。その音をいつも使うマイクを通して録音したんです。In the second chorus, I think it is. That was how that was done. And it was very simple, really, but it was a kind of playtime for us as well. And I think that came over in the sound of the record too. I think it sounded as though we were enjoying ourselves, and we were. That famous Yellow Submarine. And it's the end of episode 4 of our nostalgic voyage through the history of the Beatles as seen by their record producer George Martin. We'll be back tomorrow night at the same time for some more music and some more inside information, so we look forward to your company then. See you tomorrow, George. Yeah, look forward to that, Kitty. Good night, everyone. Good night. サントリーサウンドマーケット。プロデューサージョージ・マーティンが今だから明かせるビートルズ・シークレット・ストーリー第4夜。お送りしました曲は Drive My Car, Nowhere Man, In My Life, Michelle, Girl, We Can't Walk It Out, Taxman, Eleanor Rigby, Tomorrow Never Knows, Yellow Submarine でした。サントリーサウンドマーケット、声の出演は山之内正人、ご案内は私金子晴美でした。それではまた明日をどうぞお楽しみに。この番組はサントリーがお送りいたしました。